はい、パルの冒険です。本日もこちら戦国風部やっていこうと思います。本日はお待たせしました。こちらホイダ元清の動画になります。戦闘シーンなんですけれど、ざーっとだけね、性能を見ていこうと思います。まず天部物理攻撃 18%、ダメージ 25%、兵数上限 30%、物理ダメージ 27%、ダメージ 25% ということで、かなり火力に振ってますね。で、性能なんですけれど、覚醒スキルの方から、同様、沈黙に影響されない、自身にデバフが付与されると、この武将、自身にデバフが付与されると発動します。で、味方王列に物理30ほどの兵力を回復、侵除効果を発動、敵兵力最小の3部隊に40の物理ダメージを与え、脆弱。これね、40% って言ってちょっと少ないと思われるかもしれないですけど、その後にね、このやっぱ脆弱が入ってくるんで、相手の防御力がごっつ下がってくるんですよね。ダメージが入る。で、自身に銃撃2回。これがミソですよね。銃撃2回っていうのがね。で、バフが付与された時銃撃2回っていうのがミソなんです。で、毎ターン1回発動可能っていうので、戦闘中8回発動可能。で、もう一人ね、強い武将がいるんです。この今からの対戦動画にその武将も出てくるんやけど、ちょっとその武将の説明させていただきますね。はい、お待たせしました。今からのね、戦闘でもこの武将が出てくるんですけど、これ今直近で一番新しい限定武将。今登用ができる限定武将なんですけど、この天下数のをね、僕見落としてたっていうか、見たんやけど、よく分かってなかったっていうのがあるんかもしれないんですけど、まず性能がね、同様沈黙に影響されない。で、自身の兵力が 70% まで減るとってことで、たった 30% 減っただけで、70を割り込んでいった瞬間にもう発動できるんです。で、気ぃつけなあかんっていうか、明智によく似てて、明智は 50% 割り込むとなんですけど、極光でね、明智は。で、この天かすは70なんで、こっちの方が早う発動しますよね、多分。で、これも極光で撃てるんですよ。で、自身に物理70ほどの防壁効果を与え、沈武が入るんで、その全てのもん何かかってても外せる。判定がかかっとったり、挑発がかかってたりしても外せる沈武でね。で、敵全体に140の物理ダメージを与えっていうことで、これ短期でかけても面白いんですよ。短期でかけても石田とか明智とか大谷とかと同じような動きができる。で、重傷2回付与ってことで、限定武将昔におった終焉が訪れる部隊とかにも相性がいい。で、物理攻撃、上位の味方2部隊に物理10ほどの兵力を回復。ここで武将2人、味方兵力、物理攻撃力高い2人に 10% の兵力回復するんです。だから大谷と合わせて同じ部隊で使ったら結構使えるんかなっていうのもあります。一番ね、特殊せなあかんのがここなんですよ。物理攻撃上位味方2部隊に雲隠れで隠すことできるんです。これが大きいなと思うんですよね。で、扇ゲージは3って重たいんやけど、敵全体に300って言ったらものすごい威力をついに300の時代が来たなと思って見てるんやけど、ね、300の物理ダメージを与え消去効果を発動ということで、この武将がね、ほんと明智とか大谷とか石田と同じように短期でかけても面白いなっていうのがあるんで、限定で小判とか東洋圏とか使って取るだけの価値はあるかもしれないですね。ということで、早速ね、戦闘の方、ホイダの方ね、見ていこうと思います。はい、本日撮影にご協力いただきますのは、
審判長様、ありがとうございます。こちらの舞台ね、守ってる方が審判長さんなんですけど、攻めてるのは僕なんですけれど、左の前から井伊直政、真ん中に行きまして、田沼意次、それから天粕、それから後ろ後列、天子常久。この武将多分見られたことあんまないと思うんやけど、この武将ね、こういう武将がいるんです。ね、ここに当該のホイダが来るんです。後列真ん中。ほんで、ここに愛機っていうか、ここですね。この武将、よく皆さんご存知だと思うんですけど、気絶で飛べることできるんですよ。バンバカバンバカ。こういう武将がいるんです。そうやね。これちょっと実質動かしましょうか。0.5 でちょっと動かしますね。このね、ホイダだけちょっと今回、ここに天粕もおるんですよ。天粕もね。天粕もさっき紹介した天粕もいるんやけど、このホイダがですね、発動の条件がさっきも言った通り、自身にデバフが付与されるとっていうことなんです。でこれね、もういっぱいもう最初のうちとか、もうひたすらここにデバフが当たるようにしていっても面白いんやけど、まずね、まずこういう感じに動くんやと思うんですよ。戦闘侵入時にこの井伊直政が味方全体に封印状態を付与デメリットということで、封印のデバフをかけるんですよ。その封印のデバフを戦闘侵入時ね。で、そのデバフの封印で、このホイダが発動するんです。だから自己完結できるんですよね。井伊直政が動いて、ホイダが動くっていう。やねんけど、これ実質動かしていくとどうなのかっていうと、僕のは、井伊の戦闘侵入時より早い、義久のバフがこの義久ね、義久のバフがついたら発動するっていう、これが一番早いじゃないですか。そして山形が防壁かかって3方向に打ち込んでいくっていうことやねんけど、これちょっと動かしていくと、ちょっと面白いことに気づいて、今これね、見といてほしいんやけど、井伊直政と田沼意次とホイダにゲージ1個ついてるじゃないですか。ランプ点灯してますよね、3人に。そうなるとですね、これを井伊が戦闘戦時に撃つ前に、僕の義久がここ見てほしいんやけど、自身にバフが付与されると敵単体に沈黙って、これ天粕に沈黙入ると思うんですよ。前におるからね。天粕に沈黙入るけど、天粕はさっきも言いました通り、同様にも沈黙にもかからへんから、もう義久がなんぼ沈黙で止めても止まらないんです。ね、自身にバフが付与されると敵単体に沈黙、今言ったやつよね。で、奥義ゲージ、次です。奥義ゲージポイント数最多の3部隊っていうのが、奥義ゲージが今ついてるんが、ホイダ、田沼、井伊、これのゲージを奪い取るんです。っていうことをちょっと覚えておいてほしいです。だからちょっと動かしますよ。で、パッて動かしたら、戦闘始まります。義久動きますよね。ここで、ほら、ここでゲージがもう外れたでしょ。ゲージが外れて、今ちょっと止めてたんですけど、今ゲージが外れて、3人のね、守ってる方のゲージが外れて、そうすると衰弱がかかるから、その状態で多分動いたと思うんですよ、このホイダがね。ホイダ動いたことによって、でちょっとここホイダの性能はデバフが付与された時やけど、この武将を紹介しとかなあかんですよ。この天子常久、これが同様に影響されない。味方の通常攻撃が受け止められるとって今受け止められてますよね。これ今ホイダが突撃していって3方向に行ってるんかな。これ受け止め2回発動してることによって、この武将が発動できる。天子がその味方部隊に計略30ほどの兵力を回復、奮闘、味方部隊に銃撃を発動。これがね面白いんですよ。だからこの
通常攻撃で受け止められた武将ですよね。それがホイダになるから、ホイダに銃撃が当たっていく。で、ランダム敵3部隊に計楽30ほどの兵力を回復、デメリット。で、浄化効果を発動。で、行動、最大1回発動可能が10回っていうことで、これ、ホイダがダメージ与えていくんやけど、アマカスがここに書いて、アマカスじゃない、アマゴツニシサがここに書いてある通り、ランダムの敵3部隊に計楽30ほどの兵力を回復してしまうんですよ。ここでホイダがなんぼ頑張ってダメージ与えても、このアマゴが回復してしまうっていうこともあるんやけど、ちょっとこれもうちょっと見ていきましょうか。で、これ、ホイダ動きましたよね。これ動きます。ほんだら動きます。2回動いたからね。ほんだら次どうなるんかっていうと、ちょっと動かへん。これで、アマゴが動くんですよ。受け止めされとったからね。ほんだらまたこれ、銃撃、アマゴのスキルで、ホイダが銃撃で、今回復しましたよね、敵ね。動く銃撃で。こういう感じになるんです。で、また、アマゴが動いて、受け止めもほら発生しそうです。2回ね。ほんならホイダがまた、アマゴ動いて、ホイダに銃撃を与える。で、こうやって、これでアマゴもまた来るんちゃうかな。来たね。で、こうなって、でほら、敵を回復してしまうんやけど、アマゴの力によって、ホイダが動ける。こういう状態。これ、田沼興津がまだターン開始時に動いてないから、もう戦闘が始まった瞬間に、こういう状態。これまだ戦闘開始にもなってないし、ターンも開始になってない。いいも動いてないし、田沼も起きてない。動いてない。その前の時点で、こういう状態、ホイダが圧倒的に倒すんですよ。で、こっからはね、もう僕残ってるんが、妙久と秀吉なんですよ。だから、これ、硬すぎるし、攻撃力もないし、勝ち目はないねんけど、攻めとうからね。こういう感じでちょっと飛ばしていきますよ。圧倒的にも攻撃、アタッカーがおらへんから、こういう感じで終わるんです。っていうことなんですよね。これでちょっと終わってみて。これね、速さを戻しますね。一体どれぐらいの速さで、これか。ちゃうな。戻らんぞ。これなんで戻らん？ちょっともう一回、1でやりたいんですよね、僕。これでいけたら。これを、皆さんにちょっと、どれぐらいの速さで、これ 0.5 じゃね、ゆっくりすぎ、説明するのに0.5 でいったんやけど、0.5 ちゃうわ。1でちょっと一回いきますね。これどれぐらいの速さ、これが普通の戦いです、僕らが見てる。これでいくと、こうやって動く。で、もう一回動くの。島津義久が動いたら、衰弱でゲージ3つ取ったら、これが動くんですよ、ホイダがね。これなんか、銃撃2回やからね。で、ここで、アマゴの力によって、ホイダが銃撃。こういう感じ。だから、この、通常攻撃を、愛機のところが、長期戦になったら、気絶与えていってええんかもしれんけど、僕やったら、畳みかけるような攻撃で、銃撃をした後、通常攻撃をした後に打ち込める武将とか、義弘がおったり、本田がおったり、そういうのがおっても面白いなと思うんです。ここから今見てもらった通りで、永遠決着がつかないで引き分けとか50ターンまでいきます。ということでね、本日はこのホイダの性能をちょっと お披露目しました。アマカスはね、ものすごい強い武将で、頭で考えてもこれ強いなと思うんやけど、僕はちょっと東洋圏の兼ね合いで、僕ちょっともう
完全無課金になってるんですよ。ね、完全無課金になっとって、まあ別に課金する気になったらできるんやけど、1年ぐらいは無課金、完全無課金で、頭を使ってね、なんかやっていきたいなっていうので、本来のね、攻略っていうか、YouTuber らしい戦いをしたいなっていう感じです。ということで、アマカスはね、これ出番なかったぐらいで僕は終えるんやけど、これ戦いはね。ということで、本日は、ホイダとこのアマゴ常久の戦闘をお送りしました。撮影ご協力いただきました審判長様、ありがとうございます。そして最後までご視聴いただきました皆様方、ありがとうございます。これはね、この動画はここの時点でもうこのまま終わるんですけれど、どうもまた機会があったら見に来てください。ありがとうございます。